もうそれだけで神様に愛されます。幸せになる天才と言ってもいいでしょう。はい、皆様こんにちは。大福まめこです。いつもご視聴ありがとうございます。今回は願いが叶いやすい人、引き寄せの才能がある人の特徴についてお話ししてみたいと思います。また後半では才能をまだ十分に発揮できていない人のための改善方法についてもお話ししていますので、どうぞ最後までご覧ください。いいねやチャンネル登録、コメントで応援していただけるととっても励みになります。 SNS でもいろいろ発信していますのでフォローよろしくお願いいたします。はい、では今回は磨けば光る金の卵、こんな性格の人引き寄せの才能ありですというテーマでお話ししてみたいと思います。皆さんは周りの人を見ていて、なんかあの人いつも楽しそうだし運が強い感じがするなって思う人とか、願いをどんどん叶えているように見える人いませんか？または自分は人より運が強いって思っている方もいらっしゃるでしょう。願いが何でも叶っちゃう人、またなかなか叶わない人、その違いって何だと思いますか？というか、そもそも願いが叶いやすい人っているの？それってどんな人？という疑問がある方もいらっしゃるでしょう。実は引き寄せの才能はその方の性格に現れています。引き寄せの法則の理論理屈なんて学ばなくても、その性格ゆえに勝手にというかほぼ自動的に思ったことが引き寄せられてしまうんです。まさに天賦の才能ですよね。引き寄せの天才と言ってもいいと思います。引き寄せやすい波動というのはその方の性格が大いに関係しています。では、願ったことが次々何でも叶ってしまう引き寄せの才能のある人に共通する性格を5つ挙げてみたいと思います。皆さんもご自分や周りの人に照らし合わせてみてくださいね。まず1つ目は、よく笑う人。笑う角には福来たるという言葉がありますね。よく笑う人には本当に向こうから運が寄ってきますし、必死に引き寄せようとしなくても向こうからどんどん入ってきます。いつも微笑んでいる笑顔の人からは明るくてキラキラした波動が出ているので、また笑顔になれるような良いことを引き寄せます。そしてよく笑う人は楽しいことが大好き。自分を楽しませることや心地よくなれることをするのに罪悪感を持ちません。そして周りの人も楽しませたいというサービス精神が旺盛なんです。よく笑ってよく泣いて、腹が立ったら怒って、感情を素直に表現します。わかりやすく言えば子供のように素直で純真な方ですね。そういえば最近声を出して笑ってないなって思う方は、意識してお笑い番組や面白い動画などを見て声を出して笑ってみましょう。普段何気ない時に口角をちょっと上げてみるだけでも運気って変わるんですよ。いつも笑顔の人は周りの人もハッピーにするので、もうそれだけで神様に愛されます。幸せになる天才と言ってもいいでしょう。2つ目は、楽観的な人。楽観的とは、物事がうまくいくと信じて明るい見通しを持つ考え方です。物事の成り行きを良い方向に考えて余計な心配をせず、先行きを明るく考えてくよくよしません。いわゆるポジティブシンキングのことですね。楽観的な人はネガティブなことがあっても、まあなんとかなるさ、これもいい経験だってプラスに切り替えられるので、波動が強くなり引き寄せ力も強いです。またあれこれと余計な心配をしすぎないので行動力もありますね。考える前にもう体が先に動いちゃってるでしょう。新しいことにどんどんチャレンジできるので、思ったことを着実に実現していきます。悩んでいる人を励ますのも上手で、お友達とかを大丈夫だよって元気づけることも多いでしょう。悪く言うとね、お気楽でのんき、能天気なんて見られてしまう方もいるかもしれないんですが、ちょっとね、アホなぐらいが一番生きやすいと思いませんか？完璧主義って疲れますよ。肩の力が程よく抜けていて、周りを癒すことができる人は宇宙からのバックアップを強力に受けるので、願いが叶いやすくなります。では3つ目は、想像力のある人。前回の動画ですでに叶ったことをリアルにイメージして、未来の感動を今ここで疑似体験することで願いは叶いますよっていうお話しましたよね。もしまだご覧になっていない方はぜひご覧ください。ただいま絶賛バズり中です。ということで、イメージングが上手な人、想像力、妄想力が豊かな人は願いを叶えるすごい才能があると言えます。じゃあ皆さん、ちょっとここで簡単なワークやってみましょうか。今
頭の中で赤いリンゴをイメージしてみてください。想像できますか？青リンゴじゃなくて赤いリンゴね。できましたか？目をつむって赤いリンゴをイメージしてみてください。ではそのリンゴを一口かじってみましょう。どんな味だと思いますか？そのリンゴはどんな食感ですか？リンゴは品種によってサクサクのもあれば、ちょっとふかふかしたのもありますよね。どうですか？皆さんイメージできましたか？色や食感だけでもいいですし、味までイメージできればもっといいですよ。リンゴをイメージしただけで口の中が酸っぱくなって、この辺がジーンってした方もいらっしゃるでしょう。私も今なってます。これができた方は想像力、共感力が高い方なので、チャネリングもできるはずです。イメージング力の高い人は無意識に自然に宇宙からのサインやヒントを受け取っています。ですからあまり迷うことなく直感に従って行動できるので、願望実現力がとっても高いんですね。天性の引き寄せの才能ありと言えると思います。そして未来の叶った自分をイメージするのもとっても上手なので、願いは格段に叶いやすいです。はい、では4つ目は感動しやすい人。前回の動画で叶った未来の疑似体験ワークをやりましたね。やってみた方から口々に感動しました、涙が出ましたっていうコメントたくさんいただいたんですけど、こういう方は願いを叶える才能がちゃんと備わってるんです。何を見てもその美しさや素晴らしさを見つけられるし、素直にわーすごいって思えるってことですよね。素直で邪心がなくて、何でもありのままを見て感動できるその豊かな感性は引き寄せの才能そのものと言っていいでしょう。逆にね、何でも斜めから見て曲げて取ったり、足りないところを探して上げ足を取ったり、すぐに批判しようとする方は願いがなかなか叶えづらいと言えるでしょう。願いが叶いやすい人は常にオープンマインドで、どんなことからも良い面を見つけ出そうとし、美しいものを美しいって素直に感じられる人、そんな性格の方なら常にポジティブな意識を保って、やるべき行動をしっかりやってさえいれば、どんな夢でも必ず叶えることができます。では最後の5つ目は意志の強い人。引き寄せの法則は意識を向けたことが叶う法則です。これは量子力学の実験でも分かっています。ですから引き寄せの法則では決めれば叶うと言われるんですね。つまり自分がこの夢を叶えるぞと決めたことをすぐに諦めてしまわずに、いろいろ試行錯誤もしながら叶えるまでその意志を貫ける人は引き寄せの才能がある人と言えるでしょう。引き寄せの法則は魔法ではなく物理法則ですから、ある程度のタイムラグがあったり個人差はあります。ですからいかにしてその叶うタイミングまでその意思を持ち続けられるか、行動を継続できるかといった現実的なことも大いに関係します。決めたことをやり抜く意志の強い人は、何があってもどんな困難があっても最後には夢を全部叶えて幸せになれます。ですから引き寄せの才能がある人というのは意志の強い人、行動力や継続力のある人と置き換えてもいいと思います。さあ皆さんはどうでしたか？5つのうち当てはまるものはありましたか？あまり当てはまらなかった人でも引き寄せがしやすい人の性格を見習って意識して取り入れてみることで、引き寄せはどんどんできるようになっていきます。そんな素直さや柔軟さ、積極性がある人なら引き寄せの才能は大いにありです。そしてさらに強化することができます。私はというと、自分を振り返ってみて先ほどの5つ全部当てはまりましたし、で子供の頃からね、願いは叶いやすい方だったと思います。ですがそれでもね、過去に全然願いが叶わなかった不遇な時期もありました。引き寄せやすい性格のはずなのにおかしいですよね。運のいい人っていつでもいいことばっかりなんじゃないのって思う方もいらっしゃるでしょう。でもね、人の運気って長い目で見るとかなり波があるものなんですよ。どん底の時期、不遇な時期というのはやることなすこと裏目に出てしまって、何をやってもうまくいかない、なんでかわからないけどついてないってことが多いんですよね。でね、焦りから闇雲に何でも試してみてはもうどこへ進めばいいかわからなくなって、もう暗い闇の中でね、もうただただもがき苦しんでいたっていう感じでした。
で今になってね冷静にあの頃を振り返ってみればわかるんですけど、あれはねやっぱり自分が持っている力をちゃんと使えていなかったんですね。そしてね腐ったり諦めて自分らしくないことをしたりありのままの自分をね大切にしていなかったなって思います。でもねそのどん底から抜けてで本来のねありのままの自分に戻れたことでまたちゃんと引き寄せはできるようになりました。なので今何やってもうまくいかないっていう方もね大丈夫です。必ず抜けられますからね。初めて私の動画をねご覧になった方はこちらの動画もぜひ参考にご覧ください。ですから先のね5つの性格のいくつかに当てはまっているはずなのに引き寄せができないっていう方はねきっと今何かとっても辛い状況の中にいて自分の本来の性格を発揮できていない、または何らかの事情ですごく我慢して本来の自分を閉じ込めてしまっている可能性があります。今回のタイトルにもなっている金の卵というのはまだ殻を破れていないけど実は高い潜在意識を持つ人のことを例えた言葉です。本来の才能、力をまだ出し切れていないだけなんですね。でも本来の自分に気づいて意識や行動を変えることで不遇な時期、このどん底期を乗り越えることができます。そして人生が少しずつ上向きになり願いもどんどん叶うようになりますから、次のことに気をつけてみてください。では引き寄せできない人の改善方法についてお話ししてみます。腐ったり諦めないでチャレンジし続ける。困難にぶつかって心身ともにダメージがすごく大きい時はねお休みの期間があってもいいんですけど、ただそこにずっとそのまま居続けてしまうとどんどん自分に自信がなくなっていって動き出すのが億劫になってしまうんです。このままでいいのかなって不安になるんだったら小さなことでもいいので楽しめることを見つけてまずは一歩チャレンジしてみましょう。チャレンジできた自分を認めて褒めてあげて自信を取り戻す。結果はどうあれチャレンジできたこと自体が素晴らしいことなんですよ。ですから新しいことに挑戦できた自分をたくさん褒めて自信をつけていくことで本来の自分らしさを取り戻せます。少しずつでいいので焦らなくてもいいですよ。自分にも人にも優しくする。自分にも人にもついつい厳しくなって足りないものを探しては心の中でダメ出しばっかりしていませんか？自分や人に優しくなってまあいっか、そういうこともあるよねなんて許せるようになるとまずそんな自分のことが好きになれます。そして心のゆとりが広がってリラックスして波動が整い引き寄せもどんどんできるようになっていきます。自分を粗末にする意識や行動はやめる。ほどほどにね楽しむ程度ならいいんですけど、過度な飲酒や喫煙、ギャンブル、無理な買い物、自分を大切にしてくれない人との恋愛などは寂しさや依存心から来るものです。そして自分自身を傷つける行為になってしまいます。決して幸せではないのにそれでも執着を手放すことができないというのは真っ暗闇の中でねボロボロの手すりなのにもう分からなくて必死にしがみついているんだって思ってみてください。勇気を出して手放してみたらあれちゃんと自分の足で立ててるぞって気づくんですよ。そしてね自分にはもっと光り輝く世界があったんだってわかるんです。人の悪口や不平不満、愚痴、ぼやきなども回り回って自分のところに帰ってきますから慎みましょう。自分なんて所詮この程度なんだ。私には何の価値もない。私なんて誰からも愛されない。こんな意識や言葉、態度で自分を傷つけたり貶めることは今すぐやめましょう。自分の心と体を大切にすることで見える世界は変わり始めます。そしていいことがどんどん起こるようになっていきます。まずは自分を大切にし愛することを心がけてみましょう。私の動画にもね時々アンチコメント来るんですけど、私は何にも傷つかないですよ。そういう方は自分を傷つけているんです。ですから今すぐやめましょうね。最後は本当の願いに向かう行動をする。本当の願いに向かうのが怖くて何か言い訳を探してやらないでいることはありませんか？人の命がいつまであるか誰にもわからないんです。明日何が起きても後悔しない生き方をしましょう。本当に叶えたいことにチャレンジするのってなんかね自分の限界を知ってしまうようで怖いものなんですよね。私にも経験があるのでわかります。でもね自分に何が向いているのか向いていないのかもわからないまま年を取っていくことの方がよっぽど怖いと思いませんか？
そしてね、いや、やらなかっただけで本当はできたはずなんだとか、いや、本気出さなかっただけとかね、こんな言い訳ずっとしていくんですか？もうめっちゃかっこ悪いし、ダッサくないですか？もういい加減終わりにしましょうよ。やってみて、もしダメだったとしても、だから何って感じじゃないですか？自分の人生なんですから、別に人目なんか気にしなくていいでしょ？いや、やってみたけどダメだったわ。でもめっちゃ面白かった。これでいいと思うんですよね。人生はゲームなんですから、楽しんだもの勝ちなんですよ。だってね、他の人が自分の人生の責任取ってくれないんですから。子育てとかもありますから、タイミングは人それぞれなんですけど、やりたいこと全部やる人生にしましょう。年齢も関係ないですし、今が大変でも必ず自分だけの時間を取れる日が来ますから。でね、経験って何一つ無駄にならないんです。一見失敗のようでも、それが必ず次の道へとつながってるんです。面白いもんですよ。ですから本当に何があっても大丈夫なんです。そしてね、これをやったからこの道があったんだって分かる日が必ず来ます。なので、まずは自分の願いに素直になって一歩踏み出してみましょう。いきなり大きなことを始めなくていいんですよ。今自分ができる範囲で始めるのがコツなんです。そして結果にはこだわらないで、やりたいことを楽しむこと、それだけでも運命の輪が回り始めて、人生は確実に変わっていきます。っていうか、いつ死ぬかわからないんだったら人生楽しんだもん勝ちでしょ。やりたかったことをやっているということがどんなに毎日を輝かせるか、皆さんにもぜひ知ってほしいなって思います。そしてただ待ってるだけじゃなくて、せっかくの引き寄せの才能をね、眠らせないでどんどん使って夢を叶えていっていただきたいなと思います。今回のお話をぜひ参考にして、引き寄せの才能を開花させてくださいね。はい、いかがだったでしょうか。今回はこんな性格の人、引き寄せの才能ありですというテーマでお話ししました。何か気づきになったり希望が持てれば幸いです。今回のお話が良かったと思われた方はグッドボタンとチャンネル登録、そして通知のベルボタンもよろしくお願いいたします。それではまた次回もお楽しみに。